皆さんこんにちは、ガジログです。今回は日本時間の10月6日23時から行われました Google の新製品発表会において発表されました Pixel 7 Pro のスペック解説を行ってみたいと思います。一体どんなスペックになっているのでしょうか。すでに多くの情報は出ていますけども、 Google の公式サイトの情報をもとにお届けしてみたいと思います。では早速本日も行ってみましょう。では最初にディスプレイに関する情報が出てきます。LTPO を採用した10から 120Hz のスムーズディスプレイとあります。10から 120Hz になりますので、不必要な時には画面のリフレッシュレートを落として消費電力を無駄に消費しないようになっていますし、必要な時にはね 120Hz まで上げて動画などスムーズな映像が見られるようにしています。画面サイズは 6.7 インチの QHD プラスのディスプレイになっています。有機 EL パネルになっています。そして Google Pixel 7 Pro トリプル背面カメラシステムということで3つカメラがついていますね。7においてはここのね部分はありませんでしたので、7はツインになっていましたが、7 Pro に関しては3つ搭載になっています。そしてリサイクルされた素材を使っているということで、今回このモデルに関しましては 100% リサイクルということですごいですね。アルミニウム製の洗練されたエンクロージャーと出ています。そして次に IP68 防水とコーニングゴリラガラスビクタスの前面と背面ということで、めちゃめちゃね素材にこだわっていることが分かります。コーニング社のビクタスは最強と言われているガラスパネルになっていますね。そして IP68 防水っていうのはもう最高等級の防水防塵になっています。ある程度のね水圧やまたシャワーにおいてはしっかり守りますよという等級になっています。また屋外での輝度が 25% 増加し、太陽光の下でもクリアにとありますね。めちゃめちゃ明るいパネルが期待できます。そして 12GB の RAM によるパフォーマンスの高速化ということで、モリモリのねスペックになってますね。これもかなり期待できます。そして頭脳となりますプロセッサーは Google Tensor G2 というね進化された新しいチップになって登場しています。 Google の AI を活用したパワフルなカスタムビルドの新しいプロセッサーにより、これまで以上に高速で効率的安全な Google Pixel 7 Pro が誕生。さらに便利な機能や Google Pixel 史上最高品質の写真と動画も実現しますと出ています。そしてこの G2 の性能に関しましては、この6つが特にね強調されています。例えば長時間駆動バッテリーですね。そして徹底されたセキュリティ、プロレベルの写真、また映画並みの動画、驚くほどスマートな音声認識、そして優れたゲーム機能となっていますね。特に最近の Pixel はスマートな音声認識ということで、メモ機能でもね音声認識をそのままリアルタイムにテキストにしてくれるとかね、リアルタイムに翻訳してくれるとか、めちゃめちゃこうスペックアップが見られています。また長時間駆動のバッテリーに関しては消費電力をかなり抑えていまして、パフォーマンスおよび効率性を高めてバッテリーを長持ちさせられるように設計という風になっています。この辺りはねかなり高性能なチップになっていますので、バッテリー容量ものみならずパフォーマンスとともにバッテリーの長持ちっていうのはね相入れないような感じもしますけども、この新しいチップっていうのは高性能だなという風に思います。次はカメラ性能に関してですね、 Google のプロレベルのカメラシステムですよとあります。雪片ってめちゃめちゃ小さいわけですのでね、そこもバッチリ撮るということで、パワフルなトリプルカメラシステムならあらゆる写真と動画をドラマチックに細部まで表現できますとあります。トリプル背面カメラシステムですね。この先ほどの3つありますよといった部分。そして12メガピクセルのウルトラワイドレンズということで、超広角カメラは1200万画素になっています。メインカメラに関しましては50メガピクセルの広角レンズになっています。ちなみにセンサーはですね 1.3 分の1インチの大型メインセンサーとなっています。これはかなり大きなイメージセンサーが積まれています。そして4800万画素の望遠レンズもついています。5倍の望遠レンズがついていますよと出ています。すごいですね。そしてそのズームなんですが、超解像ズームで遠くの被写体も細部までくっきり撮影とあります。30倍の超解像ズームで離れた場所からでも高画質の写真を撮影できますとあります。こちらがですね1倍から30倍に上がったところなんですが、めちゃめちゃ解像度が高い被写体が今浮き出ていますね。すごいですねこれも。また細部に宿る美しさを写し取るマクロフォーカスとあります。雨の粒やバラの花びら、草の葉など緻密なディティールを捉えた素晴らしい写真を撮影できますよとあります。これも Google Pixel 7 Pro だけの機能になっています。この目の周りのマクロ撮影なんですが、皮膚の疾患やまたこの産毛までねしっかり写っているというのはちょっとすごいですね。
またシネマティックぼかしで動画をドラマティックに演出とあります。被写体に焦点を合わせたまま背景をぼかしてドラマティックな効果を生み出しますとあります。さらにこんな機能もついています。必要なタイミングで必要な情報を表示ということで Google Pixel のスナップショットは気象情報や荷物の置き配、予定の通知など適切なタイミングで役立つ情報を表示しますよと出ています。スナップショットって機能なんですね。Google のウィジェットの中にグランスっていうのがあるんですが、その機能を使いますと似たような機能が多分使えると思うんですが、これは別の名称なのかスナップショット機能と言っていますね。このあたりはね、Pixel の強みになってきます。言葉をリアルタイムで翻訳とありますね。リアルタイム翻訳を使えば48の言語で実際の会話を通訳したり、リアルタイムでチャットしたり、カメラで映したメニューを翻訳したりできますとありますね。これ Google レンズでも同じようなことができるんですけど、リアルタイム翻訳っていうのはすごいですね。このあたりはね、テンサーというね、チップの実力が出てると思われます。また自動車の新たなキーとあります。範囲の方向を測定する超高帯域無線技術により、スマートフォンを車のキーとして利用でき、近づくと車のロックが解除されますとあります。ちなみにこの機能は自動車用デジタルキーは一部の国ではご利用できませんと出ています。このページを見てみたんですが、どの国で使えるか使えないかっていうのはちょっと分かりませんでした。このあたりはね、ファーウェイとかもやっていますけども、これが可能な車っていうのはちょっと限られてますよね。そして徹底したセキュリティということで、オンラインでの保護を強化する組み込み VPN ということで、これ近日提供予定になっているんですが、すごいですね。専用のバーチャルプライベートネットワークですね。それが組み込まれてますということで、すごいですね。緊急情報サービスアプリで万が一の時も安心ですよと。 Google Pixel は緊急時に自動で緊急通報を発信したり、位置情報を共有したり、動画を録画したりできますとあります。これすごいですね。緊急の時に動画も録画してくれるんですね。これ自動的にね、録画してくれる機能になると思いますので、その周りの風景とか状況、また音声も含めまして記録しておいてくれるっていうのはすごいですね。しかもそれを自動的に通報相手に送ってくれるのかもしれませんね。22番見てみたいと思います。出ていますね。緊急情報サービスアプリの機能はネットワーク接続やその他の要因によって緊急時の通信手段として利用できないことがありますとありますので、完璧ではありませんよということは踏まえておかないといけませんね。そしてやっぱり一部地域では使えないということも出ています。また一目見るだけで、またはワンタップで録音解除ということで、顔認証とそして指紋認証ですね。顔認証により Google Pixel に顔を向けるだけで素早く簡単にロックを解除できます。指紋認証を使ってタップして Google Pixel のロックを解除することもできますということで、このあたりはね、他の Android や iPhone でも使える機能ですね。ではね、まだ触れていない細かな仕様について見ていきたいと思いますが、まず出てきますのは寸法になりますね。ディスプレイサイズは 6.7 インチというトレンドのビッグサイズになっています。そしてここの厚み見ますと 8.9 ミリということで結構薄くなっていますね。その代わりこのカメラの部分に関してはやっぱりボコッとちょっと大きくなっています。そして先ほども取り上げましたけども、カラーバリエーションは3種類ということで、ゴールドとヘーゼルナッツなんでしょうかね。ちょっとグリーンがかった感じでしょうかね。これもいい感じですし、そしてスノー、この真っ白の感じと、そしてオブシディアンというね、ブラックの3色展開になります。個人的にはこのね、ホワイトいいなという感じがします。そして技術仕様のとこ見ていきますと、ディスプレイの詳細情報になります。解像度がですね、1440×3120 ということで、かなり高精細のディスプレイになっています。しかもそれは LTPO で OLED ということで、有機イエローパネルになっています。そして PPI は512ということで、めちゃめちゃ細かいですね。そして最大輝度は1000ニトになっていますね。ピークは1500ニトになっています。これもかなり明るいと思います。そして常に表示状態のディスプレイとありますが、これはね、常時表示ディスプレイに対応しているということで AOD 対応ということになっています。また気になる重さになりますけども、212g ということで標準的な重さになっているのかなという感じですね。そしてバッテリーと充電に関してなんですが、標準と書いてありますけどね、5000mAh のバッテリーが積まれていますので、このあたりもサイズ感からすると標準的な容量になっています。そして充電に関して言いますと 30W 充電に対応しています。また地位認証済みと書いてありますのでワイヤレス充電にも対応していますし、またバッテリーシェアですね、他のデバイスにバッテリーを供給する機能もついています。そしてメモリとストレージになりますが、 12GB のメモリは LPDDR5 に対応していますので、かなり高速なメモリが積まれていますし、またストレージに関しましてもね UFS 3.1 に対応していますので、これもねかなり高速なねストレー
ジが積まれているってことが分かります。そしてここ結構重要になりますけども、最低5年間のセキュリティアップデートを保証していますね。最低って書いてありますので、購入してから5年間は確実に安心してスマートフォンを使うことができますよと出ています。そして前面カメラ、セルフィーカメラになりますけども、1080万画素のカメラが搭載されています。そしてその他カメラ機能になりますが、おなじみの消しゴムマジックもついていて、写真に写った必要ない部分をね、消すっていった機能もついていますね。また動画撮影に関しましては 4K 撮影にも対応していて、なんと 60fps の撮影も問題なくできるようになっています。そして光学手ブレ補正機能ももちろんついていますね。また動画の手ブレ補正にも対応していますし、 4K においても動画手ブレ補正、固定と書いてありますけどね、しっかりできるようになっています。そして電源ポートになりますが USB Type-C になりますが、なんと 3.2 ジェネレーション2というね、かなり速い規格の Type-C 対応していますので、データ転送ですね、パソコンとまた Mac とかですね、それ繋いだ時に画像の転送、撮ったものをパソコンに送るとかね、そういった時にかなり速い転送が見込めます。当然ながらパソコン側もそれに対応してないといけませんが、対応しているのであればかなりね、データ転送早いなという感じです。そして SIM カードになりますが、デュアル SIM に対応しています。物理 SIM のナノ SIM が1枚と、そして電子的にデータを書き込む eSIM に対応しています。この2つでデュアルということになっていますね。またメディアとオーディオのところでは、ちゃんとステレオスピーカーですよと出ています。また接続性と位置情報とありますが Wi-Fi 6 に対応していますので、ご自宅の無線 LAN が Wi-Fi 6 に対応しているのであれば高速に Wi-Fi でつなぐことができます。そして Bluetooth は 5.2 に対応していますね。また NFC にもしっかり対応していますし、位置情報に関しましては5種類の衛星に対応しています。そしてネットワークになりますが、なんとミリ波にも対応しています。これはすごいですね。今後長く使えるなという感じがしますね。当然ながら Sub6 にも対応していますね。ミリ波に関しましてはですね、 5G ミリウェーブと書いてありますけど、4種が対応しています。そして当然ながらフェリカも搭載していますので、Suica 対応ということになっています。そして同梱物になりますが、この本体とともに Type-C のケーブルがついていて、変換アダプターと SIM ピンもついています。ではこの Pixel 7 Pro に対しまして Pixel 7がどんなスペックになっているのか比較しながら見てみたいと思いますし、また少し前に出ましたね Pixel 6a に関しても同時に比較できるようになっているので、ちょっとそのあたりもね触れながら比較の方を見ていきたいと思います。価格が出ているので見てみたいと思いますが、 Pixel 7 Pro はめちゃめちゃ高いですね。124,300円になっています。Pixel 7は82,500円、そして Pixel 6a は53,900円ということで、だいぶね価格差がそれぞれありますね。特に7 Pro は12万円台ということで、昨今の iPhone とかのね価格帯と比べてしまえばそんなに高くはないのかなという感じはしますが、ぶっちゃけ10万超えてる時点で高いですよね。そしてディスプレイのサイズの比較ですね。7 Pro は 6.7 インチ、7は 6.3 インチ、6A は 6.1 インチということで、かなりねサイズ分けをしていますので、選びやすいようにラインナップが準備されているということが分かります。そしてそれぞれ OLEDになっていますので、有機 EL パネルは共通になっています。リフレッシュレートの違いもありますね。7 Pro は 120Hz、7は 90Hz、そして 6A は 60Hz とね標準のものになっています。プロセッサーチップになりますが、7 Pro と7に関しては G2、そして 6A はね初代のテンサーになりますね。7 Pro の RAM は 12GB、7は 8GB となっています。そしてバッテリー容量になりますが、7 Pro は 5000mAh、そして7は4355ということで、ちょっとね少なめになってますね。このあたりボディサイズの関係があるかもしれません。6A に対してもちょっと少なめになっています。そして7シリーズに関してはワイヤレス急速充電にそれぞれ対応しています。6A は有線ケーブルのみの充電になっています。はい。というわけで、今回 Google Pixel 7 Pro をご紹介しました。めちゃめちゃね、スペックの方に関しては申し分ないなというものになっていますので、これを購入検討されている方、もしくは購入もうね、されている方を含めまして、本当に満足できる一台になってるんじゃないかなという感じがします。当然ながら Suica もね、使えるということで、どうしても欲しいという方にとっても満足のいくスペックになっていると思われます。そして Google が開発しましたチップですね。Tensor G2 という風に新しいチップに変わりましたので、
そのあたりもね、スペックの方かなり気になりますよね。今後発売されましたら、アンツツベンチマークとかのね、数値も出てくると思いますけど、おそらくですね、100万点前後なのかなという感じはします。近々の発売が非常に楽しみになります。また同時に発表されました Pixel Watch のスペック解説も動画を出していますので、概要欄にリンクを貼ってありますので、ご覧いただければと思います。この動画が良かったよってことは高評価。そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。